はい、じゃあトーク編第2弾ということで、前回は、なぜアデレードに来たか、なぜ海外留学をしたのかでとかってそういうアデレードが好きかっていうそういうところを話してたんですけど、僕はどうしようかなと思って、今日は、英語をどういうふうに勉強していたかっていうところをちょっとお話ししていけたらなと思います。Try and shake it off all you can。アデレードに来たのが2015年の3月で、英語がほぼほぼゼロでした。アデレードに留学する前に一回、エージェントさんからとりあえずできなくてもいいのでアイルツを受けてくださいって言われたんですよね。アイルツって知ってる人は知ってると思うんですけど、そういう留学する人のための英語の試験っていうのがあって、基本何をするにしてもアイルツの規定以上の点数が必要だで、大学に入るのとかも多分今アイルツ 6.5 とかですね。で、正看護としてオーストラリアで登録するにはアイルツ 7.0 っていうのが必要なんですけど、そのアイルツを受けてみてくださいって言われたんですね。で、その受けた結果が確かその総合で 4.5 とかだったんですね。4つカテゴリーがあって、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングか、聞く、書く、読む、話すの4つのカテゴリーがあって、でその平均で最終的な総合のポイントが出るんですけど、それが 4.5 でした。で、何が足を引っ張ったかって言ったらライティングでしたね。書く、ちょっと小論文みたいなのを書かなくちゃいけなくて、その時にお題が出て、でそれがすっごい難しくって、月秋葉で使ったような単語を書いた習ったような単語を書いたんですけど、全然ダメで、確かライティングが 3.5 とかでしたね、その時。それが本当にアデレードに来る前に日本で受けた試験の点数、それを持ってアデレードに来ました。まずは、語学学校に入りました。多分前も言ったんですけど、その大学と提携している語学学校に入って、その語学学校の規定のクラスをパスすれば大学に行けるよっていうコースでした。そこに11ヶ月ぐらいいたんですね。3月に入って、で、大学が始まるのが次の年の2月だったので、11ヶ月、約1年という形で語学学校に通ってました。語学学校も、その語学学校は、リスニングはリスニングのクラス、リーディングとライティング、読み書きは同じクラス、それがひとまとめになったクラス、あとはスピーキング、話すっていう3つのカテゴリーに分かれたクラス編成になってて、レベルが7までありました。7が最高レベルで、0ってあったかな、多分1、レベル1が全くできない人たち、本当に初心者クラスっていうカテゴリーになってて、初日に試験があるんですよ。丸1日かけて、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングっていうテストをそれぞれやるんですけど、それで次の日に自分はどこのクラスに配属されるっていう結果が出るっていう仕組みでした。スピーキング、もう今でも覚えてるんですけど、先生の困った顔、全く私が喋れないので、もう沈黙と苦笑い、あとは愛想笑いそういう感じでもう全然できなかったのを覚えてます。で、リーディング覚えてないんですけど、どんなことしたか、どんなテストだったかっていうのも全く覚えてなくって、リスニングがマークシートだったんですね。言われたこと書くのではなくって、この中から選びなさいっていうやつで、とりあえず埋めるじゃないですか。埋めたんですよ。そしたらそのたまたま埋めたのが合ってたみたいで、次の日に私、スピーキングはレベル
3だったんですね。で、違うスピーキングはレベル2でした。2の B っていうのがあって、2の中でも A と B があって、で A から B に打って、それからレベル3に行くっていう、なんかその2の中にも2つあって、でそこの2の B でしたね。でリーディングとライティングがレベル3に配属になってたんですよ、私のクラス。次の日行ったら、そしたらリスニングがたまたま当たってたもんだからレベル5になってて、5って言ったらもう結構上級者なんですよ。で私絶対違うと思って先生に言ったんですよ。話せないながらもなんか違うみたいな感じで、違うと思うって言ったら、確かになんか差があるわよねみたいな感じで、だけどとりあえず5のクラス行ってみてって言われて、わからないからひょっとしたらいけるかもしれないし、そんなわけないのに、行ったんですよ、そのクラス。そしたらなんかもう周りの人たちもなんかもうできそうな人たちばっかりで、なんかこんななんかもう隣の人と会話もできないような私がいるようなところじゃなくって、いざ授業が始まったら本当に何言ってるか分からなくても、その初日のその初めての授業なのに、もうなんかすごい難しいアカデミックな、リスニングが流されて、テープが流されて、それに対してなんかディスカッションをしなさいみたいな。で一人ずつこう当てられていくんですよね。これはどうも、これはどうもみたいな。で私の番に来て、もうだってその話してる内容もわからないし、何に対して喋ってるのかもわからないから答えようもなくって、半泣きだったんですよね。ほんならなんか分かったのか先生が飛ばしてくれて、で一回休憩挟むっていう時に先生がターッと私のとこ来て「あなた分かってる?」って言われて「いや分かってない」って言ったら「だよね」って言って、「多分あなたこのクラスじゃないと思う」って言われて、「いやだから言ったのに」と思って、なんかすっごい恥かいて、でその先生が授業終わって、とりあえず授業最後までいてって言われて、でその授業終わったらついてきてって言われて、で多分で他の授業はどこなの、他のクラスはどこなのって言われたら、その2の B と3だっていうのが分かったので、じゃあ多分3かなって言って、で3の先生のところに連れてってくれて、でこういう状況で説明してくれて、じゃあ3からスタートしましょうっていう感じで3から始めたっていう経緯がありました。あれはすっごい今でもなんかもうちょっとトラウマになるぐらい恥ずかしかったです。で実際その語学学校の生活が始まりました。もう本当にひたすら勉強してました。ただ最初の頃は言ってることがわからない、今日の宿題が何かわからない、その宿題が何ですかっていうことを聞くこともできない、本当にそんな感じでした。そのクラスに何か日本人の子とかもいたので、ちょっとそこは今日の宿題何ってちょっと聞いたりもして、それじゃないと本当に分からなくって、最初はちょっとそういうのもありました。なぜ日本人多かったんですよ。もう今でもコロナの後で留学生戻ってきてるっていう話ですけど、私の時はもういろんな大学からその連携を取ってる姉妹校みたいな感じで交換留学で半年とか、長期で留学に来てる子たちがいっぱいいて、その語学学校の中も日本人で溢れてました。なのですけど、なるべく日本人とは喋らないように心がけてました。一人だけ、仲良くなった女の子がいて、すごい若かったんですけど、その子とは一緒のクラスがよくかぶってたので、初日の試験の時に隣の席に座ってたので、そこから話すようになって、結局その子が帰るまでをよく遊びに行ったりはしてましたけど、それでも、他にも韓国人の女の子とも仲良くなって、でその韓国人の女の子2人がすごい英語ができる子たちだったんですよ。でハイレベルなクラスからもスタートしてて、同じ時から語学学校を始めたんですけど、でその子たちとお昼ご飯は絶対一緒に食べたりとかで、分からないこととかその人に聞いたりとかして、でその時に会話の勉強とかして、だからカフェでランチする時とかも英語を
使ってするようにしてました。であとはその朝9時から授業があって、そのリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングっていうのが全部1日にあるんですけど、それがだいたい最後終わるのが3時ぐらいで絶対に補習クラスっていうのが設けられてたんですね。無料で参加できる毎回違うクラスがいろいろその期間ごとに出てくるんですけど、その自分のクラス、度合いに見合ったのと自分が何を勉強したいかっていうのでもクラス行けるんですよ。でそれは必ずと言って取ってましたね。で行ってました。であとはもう家帰ってもなんかもう結構宿題に追われてて、なぜわからないの英語をまずその読むのもすごく遅いのですごく時間がかかって、だから家帰ってきたら5時とかなんですけど、ご飯食べてもあとはもう勉強、次の日の宿題に追われるっていう時間をほとんど過ごしてました。オーストラリアはバイトができるからっていう理由もあってきたんですけど、学生でも週に20時間バイトができるんですね。それがアメリカではできないんですけど、で本当はバイトしてお金貯めながら勉強しようと思ってたんですけど、全くそんな余裕もなくって、まず英語が喋れないのにそのバイトに応募できることも躊躇して、面接とかもそういうのもすごいハードルが高かったんですよ、自分の中では。だからもうそのなんかバイトをするなんていうのはもう完全に余裕がなかったです。だからもう学生時代は全くバイトもしなかった。お金は減る一方で、だからもう節約してご飯も作って、なるべくそのカフェとかでも何も買わないようにっていう生活をひたすら送ってました。なのでバイトはせず、ひたすら学校と家の往復で、学校でもなるべく日本人とはつるまずに英語で喋る人たちとコミュニケーションを取るっていうのが私のスタンスで語学留学時代はやってました。あとどうしてもスピーキングとかも伸び悩んでたりとかしたので、何回かオンラインのコースを取って、だいたいそういうオンラインのコースでフィリピン人の先生が多いんですけど、でもその先生と何回かスカイプで会話したりしてました。なんせとりあえずちょっとでもこうアウトプットをするっていう機会を作りたくって、そういうのもしてました。あとは例えば日本人の友達とメールをするとかテキストするっていう時も基本は英語で頑張って作ってました。向こうも英語でするし、こっちも英語でするって、英語でやるけど日本語じゃなくて、どうしても説明ができない時とか、そういう時は日本語を使ったりしてましたけど、基本英語でその日本人の友達とも頑張ろうねって言ってやったりもしてました。あとは例えばその通学の間とかになんか、音楽聴いたりするじゃないですか。そういうのを TED っていうウェブサイトがあるんですけど、それがなんかいろんなジャンルに分けてて、そのいろんなプロフェッショナルの人たちが喋ったりとかするいうのがあって、でそれはリスニングのクラスでよく試験の教材として使われてたんですね。なので先生にもおすすめをよくされてたので、その TED をよく聞いてました。で何回も聞いて、自分が好きなトピックを選んでやってましたね。だから興味があるものとかで選んで、その TED はものすごくその時活用してましたね。で、結局11ヶ月で、補習も受けながら最終的にもうギリギリだったね。11ヶ月でもう1回でもどっかのクラスで残留して上に行けないってなったら、もうその時点でアウトっていうスケジュールだったんですね。だからもうエージェントの方にも真剣に勉強してくださいねって言われてました。でなんとかステップアップ無事にできて、でもう本当に大学に入る1週間ぐらい前に最終的に学校から OK が出て、でっていうギリギリの
もう本当に最後の最後まで本当に大学行けるか分からなくって、それぐらいでしたけど、もう一歩ずつ毎回クラスが変わるたびにクラスは上がっていけたっていうのが大きかったと思います。あとは、オーストラリアについて、アデレード自体も知らなかったので、もちろん知り合いがいたわけではないので、エージェントさんが学校が用意してくれたホストファミリー先に、ステイしたんですね。でそのホストファミリーにステイを、1ヶ月ちょっとさせてもらって、でももう私はもう日本出る前から1ヶ月ほど滞在したらとシェアハウスに行こうと思ってたんですね。自分の年齢も年齢ですし、ずっと誰かのお世話になるよりは一人で自立して環境を作っていきたかったっていうのが、シェアハウスがやっぱりすごく大体普通みんながするものっていう私の調べた結果でねあったので、ホストファミリーは最初の1ヶ月私が慣れるまでっていうので、でもついてホストファミリーが全部銀行の開設とか携帯の契約とか全部一緒にホストマザーお母さんがついててくれて、留学の次の日にやってくれたりもしてました。で1ヶ月でシェアハウスを見つけて、で出て行ったんですよ、ホストファミリーの家を。でシェアハウスに行ったら私もっと喋ると思ってたんですよね。友達とかとラウンジで喋るっていうすごいそのイメージがあって、キラキラしたイメージをしてたわけじゃないんですけど、楽しくキッチンでねあったりとかして喋るのかなと思ってたら、見事に喋れなかったですね。時間が合わないし、まず会うことがないで、みんなもう部屋の中にこもってるし、1,2,3軒シェアハウス変えたんですよ、そのホストファミリー出てから。そのホストファミリーの家を出てから、どこも見事に喋れなかったですね。でいろいろあって揉め事もあって、結局最終的にはホストファミリーと住んだ方がいいなと思いました。どっかの家族と住んだ方がいいなって、その生活の中に入っていった方がいいかなと思って、その最後3軒目も出ていこうと思った時に、その知り合い、私の学校で友達になったブラジル人の男の子がいて、その子がホストファミリーとして一緒に住んでた方と交流があったので、そこの方にお願いして一緒に住ませてもらえませんかって、こういう事情で英語伸びたいしって言って、住まわせてもらいました。結局そこに2年半ほど住んで、それは大きかったと思います。やっぱり日常で会うし、で週末とかもどっか一緒に行ったりとかするから会話の勉強にもなるし、で教えてくれたりもするし、でそこはその留学生をよく取ってたので、割とその留学生とかその英語がわからない人に対しても割とキャパがあって、で分かってくれる理解があったので、結局2年半ぐらいホストファミリーと住んだので、シェアハウスも当たりに行けばいいと思うんですよ。すごくよく喋ったりとか、すごく仲良くなって会話の勉強にもなってっていうようなシェアハウスだったら全然ありだと思うんですけど、学生同士とかだったり、あと他にも私ももう働いてる人とかと一緒に住んでたこともあるんですけど、いないですね、家に。なので結構一人シェアハウスにいても一人の時間が結構あったりとかしたので、もう本当に英語を喋りたいんだったら、私は結構そのホストファミリーとかその家族の中に入っていくっていうのは一つ手立てかなって、私はその自分の経験から割とおすすめするかなって思ってます。で、留学アデレードに来てから約1年後には無事に大学に入れたわけですね。で大学は1年コースに入って、普通は3年みんなが3年勉強するところのその大事なカリキュラムだけをかいつまんで1年にする、1年で卒業するって、その
母国では看護師としてのちゃんと背景があるっていうことを認めてくれてるので、ざらっとこういうことを やりましょうっていう薬学とかやりましたね。薬学は1個あったと思います。で、2回実習がありました。始まって数ヶ月の時に2ヶ月臨地実習があって、そこから半年後ぐらいに最後の臨地実習が2ヶ月またあってっていうので、今の職場はその1回目の実習先だったんですね。それで仕事が私はもらえたので本当にラッキーだったんですけど、大学入りました。付け焼き場で本当にもうギリギリで私は大学に入ってるので、英語が大学入ってからの方が大変でした。英語語学学校で勉強してるよりも英語を教えてくれないので、その英語ができないとかってそういうのは考えてもくれないので、もちろんできるからここにいるんだよねっていう感じなので、英語ついていくのが必死でした。ただ良かったっていうか、看護の知識はあるので、英語さえ理解できれば何やってるか分かるんですよね。その看護自体のベースの知識はあるので、英語を読んでいって調べていったら、なるほどねっていう、それ自体は難しいことではないんですよ。英語さえ理解すれば。なので、だいたい授業が始まる1週間ぐらい前にオンラインでね、やっぱりそういうのが全部あって、その大学のウェブサイトに入って自分のログインとか生徒番号とかでログインして、そしたら自分の取ってる授業が出てくるので、大体1週間ぐらい前になったらこういうことやりますよっていうずらーっとこういう教科書を使いますよっていうのが出てくるので、事前学習ができるんですよ。で教室行って先生が話もするんですけど、基本そうやって事前に全部出てるので、もう分かった上で来てるよねっていうスタンスなんですね。だからその出てからが私の勝負でした。実際授業が始まる前までに大体どんなことするんだっていうのを、頭に叩き込んでから授業に出てました。なので、だってもう語学学校の時はまずは英語の文法とかちょっとアカデミックな言い回しとかそういうのを覚えるのに必死でしたけど、いざ大学入ってきたら今度は医学用語がもちろんベースで出てくるのでわからないんですよね。初めての単語がいっぱいあって、もちろん医学用語なんか語学学校でそんなやってるわけじゃないので、まずはもう医学用語を調べるところから始めて、もう授業にはほぼほぼ万全の状態で臨むようにしてまた、それでも厳しかったです。ついていくのがやっとで、もうディスカッションなんか入れない、もう先生の言ってることについていく、今日の宿題が何かを理解する、今日の宿題というか課題ですね。この今取ってるトピックの課題をどういうふうにやっていくか、いつまでに提出するとか、どういう感じで提出するとか、もそういうベーシックなことを理解するので必死でした。なので1回目の実習もう本当に覚えてるんですけど大変でしたね。なんとかもうミスをしないように気をつけるのに必死でした。だから大学生の時にはもうそのホストファミリーと住んでたので、この課題とか出す前にちょっと添削してもらったりはしてましたね。そういうのは文法チェックとか、そういう意味ではやっぱりありがたかったかなと思います。でその1回目の実習に今の透析センターに行って2ヶ月実習をして、で気に入ってもらえたんですよね。で戻っておいでって、いつでも戻っておいでって言われて、で次2回目の実習に行くはずだったのに、その2回目の実習が遅れたんですよね。キャンセルになって。なのでその後授業もない実習もないということで、その時に前の実習先のその透析センターのマネージャーにメールして、こうで仕事ありませんかって言ったら、もうそこでした。
バイトだったんですけど、その時は私は生看護師にももちろん、大学も卒業してなかったのでオーストラリアで生看護師の登録もしてなかったんですけど、バイトでも透析センター、そこの透析センターに2ヶ月実習した実績があるっていうので、透析のスキルがある看護師ではなく、なんていうのかな、専門士、透析専門士みたいな感じの名前でしたね。でずっと至るんですけど、で英語の試験をパスしなきゃいけなくて、でその看護師の登録をするのにですね、その大学に入るときはラッキーにもその語学学校からの OK が出ていけましたけど、実際看護師として登録するには本当のその試験をパスしたっていう証明がいるので、英語の勉強もずっとやってました。で、IELTS は、早々に諦めたんです。もうあれはハードルが高すぎるなと思って、まず多分私はもう一生かかってもライティングで IELTS の7を取るっていうのはもう無理だなって悟りました。で早いとこ切り替えた方がいいなと思って、でその時に、出てきたのが OET っていう英語の試験で Occupational English Test なんですけど、その医療関係者のためのテストなんですね。だからもう全部内容が医療なんですよ。医療関係、看護関係のことが全部トピックとして出てくるんですよ。リスニングもリーディングもライティングももちろんで、スピーキングもで、もうみんながそれは看護師でその大学行ってる子たちはそのインターナショナルのスチューデントですね。だからその私たちみたいに日本から来てる子、私の他に4人確か日本人がいたのかな、あの年は。であとは結構中国から来てる子も多かったし、韓国人もいたかな。で結構ね、ネパールから来てる人が多かったです。でそのインターナショナルの人たちはやっぱ OET をみんな受けてたんですよ。そのIELTS ではなくって、でも結構早々に OET にも切り替えて、そっちに焦点を当てて勉強していきました。でOET 今いくらか知らないけど、その時でも1回受けるのに600ドルとかだから多分6万円ぐらい、1回ですよ。1回のテストで6万円ぐらい払って、結局私計4回受けたと思うんですよね。なのでそれで24万円英語の試験に使いました。で最終的に受かったんですけど、やっぱ OET は看護に特化してるのと、あとライティングもその 小論文みたいな形ではなくって、割とその、例えば町医者からこの患者さんをその専門の先生に紹介するための依頼状を書くっていうのが割と主な内容だったので、大体のフォーマットが決まってて、あとはここは看護としての知識が問われたりもするんですよ。その患者さんの情報がずらーってやってる中で、なぜその患者さんがこの専門の先生に必要かっていうところをアセスメントして、いらない情報は書かない、必要な情報だけをピックアップしてこの紹介状に書いていくっていう、そのスキルも意外と求められてて、なので意外とね楽しかったです。試験は大変でしたけど、看護してたら多分いける試験だと思います。勉強すれば。なので私はもうそっちに切り替えて、最終的に4回目でパスをして、でそれで正看護師の登録に間に合ったっていう感じですね。仕事しだしてからもまだ英語はパスできてなくって、結構プレッシャーをかけられました。上から英語を受かったのかみんながその英語を受かったら私が正看護師になるから、正看護師として早く雇ってあげたいから早くパスしろって言われてたんですね。でもそれもプレッシャーで結構内緒で受けたりしてましたね。もう受けるって言ったらまたどうだったって聞かれちゃうから。
で結局受かって正看護師として登録して、そこから正看護師として今の職場に雇ってもらって今に至るっていう感じですけど、英語もまだまだでしたね。働き始めた時は患者さんの言ってることも仕事行ってる時はもう休憩時間もどの時間も常に 120% の集中力じゃないと聞き逃すし頭に入ってこなかったです。なんか日本語ってなんか例えば何かしててもテレビで日本のニュース流れてきたらパッて入ってくるじゃないですか。英語は本当に英語やり始めの頃は本当にそんなことがなくって聞いてないと全く何言ってるか入ってこないので、もう常に 120% の集中力を持続させながら職場にいました。なのですっごい疲れてました。であとはその患者さんが言ってることを私が勘違いするわけにはいかないんですよね。やっぱり医療なのでそこは笑えないところなので、いくらその人がよくってもやっぱりどうしても自信がないこの患者さんに言ってることで分からないときはもう恥ずかしいとかなく他のスタッフに声かけて助けを求めてました。そこは私が勘違いしてそれを伝えて違うことになって患者さんが大変な目に遭ってとかっていうのだけは避けたかったので、そこはもう本当に気をつけて、自分が本当に分かってないことははいもイエスもノーも言わずに患者さん他のスタッフに聞いてもらったりで、あとはダブルチェックですね。こういうことで合ってるよねっていうのをもう一回患者さんに聞いたり、あと他のスタッフに聞いたりとかっていうのをしながらやってたのと、もうそれでも分からない単語がいっぱい出てくるので、この翻訳しながら職場でもやってました。今でも分からない単語いっぱいあるし、もう 100% じゃないんですよ。10年近くいますけど、働き出しても丸8年、次9年目になるんですけど、本当に未だに電話は苦手ですし、結構先生もインドの方がいたり中国人の方がいたり、もうみんな発音がバラバラで特に電話はこもるので、私は未だに電話は嫌いなんですけど、それでもやっぱやらなきゃいけないので内部慣れましたけど、それでもたまにめっちゃくちゃ早口で喋る人とか全くわからない単語を喋ってる人がいるんですよね。もうその時はもう最近はもう潔く待ってくださいって言って他のスタッフ、オーストラリア人のスタッフに代わってもらったりします。でどんだけベテランの看護師でオーストラリア人じゃない人、どんだけベテランの看護師でもオーストラリア人じゃない人は未だに私も分からんって言ってますだからもうなんか、そこは完璧主義にならなくてもいいのかなって思って、でやっぱりオーストラリアのいいところって異文化に対してすごくオープンで、これだけもういろんな移民が来てて、何パーセントがオーストラリア人なのかなっていうぐらいもう多国籍な国なので、割とみんなおおらかなんですよね。だから私思いっきり日本語英語なんですよ。直そうとはするんですけど、やっぱりなかなか直らなくって、で発音とかアクセントとかよく笑われるんですけど、なんかそれでも、今の位置に入れてるので、なんか恥ずかしい、もちろん喋れた方がいいし、もちろん完全な発音で喋れるっていうのが理想だし、それに向かってやっていくべきだから私も気をつけてはいるんですけど、やっぱりなかなかね難しい時もあるんですよ。でもやっぱそれを受け入れてくれて、別にそれに甘んじてるわけではないんですけど、それをちゃんと受け入れてくれてて、でそれでちゃんと働けてるっていうのあって、完璧を求めてしまうともう本当に疲れ
てしまうので、通じてるなんせ今仕事があるで、今ほぼほぼの勤務でもうリーダーするんですよ。そういうポジションに置いてもらってるってことは通じてるちゃんと仕事としては成り立ってる。なのでそこは自分を認めてやってます。人からしたらなんか全然なんかちゃんとした発音じゃないじゃないってなることもあると思うし、私の友達で周りですっごい綺麗なもう完璧な英語をしゃべる日本人の友達もいるんですけど、だからそういうのすごいなって思って、でそれを最初パートナーとか同僚とかが彼女の英語はすごいねとかって完璧だね、なんかもう次のレベルだねみたいなこと言われて、最初はね落ち込んでたんですよ。なんかね比べられてるみたいでって。だけどそこはもう落ち込んでも今日明日に私のその発音が治るわけじゃないし、でも努力はやめずに、でも今の自分を認めつつ、ちゃんとできてるところはできてることを認めていけたらいいんじゃないかなと思って毎日やってます。なんでこれからね英語を勉強していきたいなっていう人とかもいろいろつまずくんですよ。私今だにつまずくんですよ本当に。この間も電話がね患者さん患者さんじゃないんですけど違う人からある人からかかってきて、全くなんか何言ってるか分からなくって、君僕の言ってること分かってないよねって言われたんですよね。そんなんあるんですよ今でも。その時はねちょっと落ち込みました、さすがに私も。で他のスタッフに代わってもらって、最終的に何を聞きたいのかは分かったんですけど、その答えを私が持ってなかったので先輩に引き継いで答えてもらったんですけど、なんかそういうのも未だにありますよってことです。10年近く住んでますけど、分からないことあって当然で、もちろん今までね40年日本語で生きてきた人間が英語で住んで完璧なわけはないので、皆さんもその完璧な英語を喋ろうって目標を立ててしまったら多分すごくしんどいと思うので、まずは通じてる通じてないってすごく大事だと思うんですね。で会話にちゃんとなってる。で最初私も仕事始めた時は患者さんの言ってることにイエスノーしか答えれなかったんですよ。だけど今は会話のキャッチボールができる。それはステップアップしてるじゃないですか。だからそれで会話のキャッチアップしてる。でそれに対して患者さんがその通りだよとかって言ってくれる。そういうちょっとした変化とかを見つけていったら自信になっていくんじゃないかなって思いますので、これからお勉強をしている人、留学を目指している人、今留学して頑張っている人とかもめげずにいつか花が咲くと思って頑張っていっていただけたらなってすごい思います。私もねまだまだ勉強して知らない単語もいっぱいあるのに、日々勉強の日々を未だに送っている状態なので、みんなと一緒にね頑張れたらなって思ってます。それではまた次回で。I was lost, but if it's worth the win, it's always worth the fight. It's always worth the fight, yeah.